皆さんこんばんは。早速動画の内容に入りたいんですが、今日のテーマは発音と流暢さです。あと星子の個人的な練習方法とかもお話しさせていただきたいと思います。そもそも発音っていうのはどの言語を勉強しようとしても大事。自分が言ってる言葉が他人に通じるかどうかは自分の発音がどれだけはっきりしてるかどうかに多少よると思います。発音が綺麗だと相手にも伝わりやすくて話もスムーズになれるから、積極的に話したくなる。だからあんまり発音が良くないから話したくないとか、話すのがちょっと嫌だって思ってるなら、それはやめといて、自分の発音に気をつけてもっと練習すればできるようになるから頑張ってください。あとは流暢さ。喋るときに言葉をよどみなくスムーズに話せるかどうかです。流暢さは速さじゃなくて自然さっていうかな、自然に話せるかどうか。少し文法とか言葉が間違ってるかもしれないけど、スムーズに話せれば相手にもいい印象を与えるんじゃないかなと思います。だから言語を勉強するときは最初から自分の発音と流暢さに気をつけて少しずつ積み重ねて勉強していく上で自分の言語力を上達させるっていうのを目指した方がいいと思います。各段階でいろんな言葉使い方とか文法があるから、全部使えなくてもいいです。自分が知ってる言葉をよく使う。それで満足したら次々に新しい単語を勉強して代わりに使ってみるっていうのもいいけど、あんまり自信がない、とにかく発音練習したい、流暢さをもっと上達させたいって思ったら、最初に自分が知ってる言葉を徹底的に理解して、どの場合にどれを使えば適切なのかを考えて発音に気をつける。さあ発音はね、皆さんどこでも聞いてるありふれてる言葉たくさんあると思うんですけど、それは大丈夫、あんまり問題ないけど、新しい言葉勉強するときどうしてますか？確かに辞書を使ってますっていう皆さんがほとんどだと思うんですけれども、みんなやりがちなのは知らない言葉を、Google で検索したり辞書で調べたりするとき、例えば漢字の意味がわからなくて知りたいから調べてみたら辞書でこう書いてるよで読み方を見るだけで終わっちゃう。私もその一人です。今はです。前はちゃんと丁寧に勉強しました。辞書で日本語からミャンマー語に訳してる辞書、英語、日本語と日本語、辞書いろいろあるんだけど、一番大事なのは読むだけで終わりじゃなくて発音ちゃんと聞いてみる。だっていつも辞書アプリとかにいつも日本人、ネイティブ日本人が言葉を言ってる音声が入ってるから、それを慣れるまで何回も聞いてほしいです。私が使ってる辞書これなんですけど、みんな知ってます。アクセントの仕方まであるから本当に役に立ってます。ピッチアクセントってわかるようでわからなくて、私の友達の中でも
よく間違ってる友達もいます。私自身もたまにわからなくて間違ってるなんか発音、ピッチアクセントたくさんあるんですけど、よく聞いたことある言葉ってなら、ここ、英語で here という言葉と、ここ、individual, one by one っていう意味がある言葉をよく間違ってる。あと、なんかよくありがちなのは、先生という言葉、発音の仕方です。よく賛成とか、賛成よろしくお願いしますとかさ、聞いたことあるんですけど、賛成という言葉が別にあって別の意味で、先生っていう発音の仕方だとか、そういうのは最初勉強した時によくネイティブの発音になれなかったから、それを言っちゃって、それが自分のアクセントになったみたいに、今になってそんなに直すのが難しくないんですけど、たびたび聞くときにその発音に気をつけて、何回も聞いてみるっていうことで直せると思います。辞書を見るときに発音に気をつけて聞いてみて、自分も発音してみて、流暢さのためにその言葉を使って自分の文章を頭の中でもいいから作ってみて、実際に使ってみる。そしたらもっと言葉が覚えやすくなるし、自分自身の使い方もあるから、次話すときにその言葉を使っちゃう可能性が高いです。毎日練習することも大事だし、シャドーイング練習とかするときに出てくる言葉、知らない言葉がたくさんあると思います。余裕があるなら全部覚えてもいいんですけど、私は正直自分で勉強した時も言葉をあんまり覚えられなかったので、気になった言葉だけを探してみて、それを徹底的に使えるように練習してみたんです。それは個人によってみんな違うと思うんですけれども、今日私が皆さんに伝えたいのは、皆さんやりがちなことをやめて、辞書を見るときにネイティブの音声を聞いてみて、自分も練習してみてください。一緒に日本語を上達させましょう。今日はご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。